一番強いものになりたいと思ったんで、総合を選びましたね。負けてない相手に負けをつけるって盛り上がるじゃないですか。天心くんの負けだって見たいと思うんです。今までやってきた選手とは違うっすよね。天狗じゃないけど自分がちょっとへし折ろうかなと。ずっとリスペクトしてこう話してますけど、試合になったら本当に絶対勝ちますよ。倒して会場ドカンですよ。だから甘く見んなよと。時代を照らす光の拳、ついに交わる那須川天心 VS 堀口恭司。那須川天心 VS 堀口恭司。このカードが発表されて、一番自分がちょっと、ワクワクしています。日本の格闘技や世界の格闘技、本当に注目するカードだと思います。世界が見てもこのカードは本当に、見たいカードだと思います。キックボクシング対総合格闘技、今の日本の格闘技界で、一番最高のカードだと思うんで、もう旬のうちにこうできるっていうのはすごいやっぱライジンでしかできないことだなって思いましたね。はい。どっちが強いんだろうって、やっぱそのファンの中で会議が起こるぐらいじゃないとやっぱ盛り上がんないんで。ワクワクしないわけないですよね。こんなカード組まれて、日本人で世界最強の選手じゃないですか。これほど燃えるカードはないと思いますよ。自分でも見たいですもん。世界最高レベルのゴミ選手とか名前があったとしても、ピークは過ぎてるんで、名前があるから頑張れってなるかもしれないですけど、格闘技としての面白さはそこは違うのかなと思うんですよ。那須川くんやろうよ。だからみんな UFC とかに流れちゃうと思うんで、そこをもう一回火をつけたいなと思ってこういう挑戦をしましたね。1試合キックをやってって考えなかったですか？いや、ライジン側はそう言ったんですよ。でも自分の中で1試合違うやつとやってどうのこうのよりだったら最初からやっちゃった方がいいんじゃないかなと思って、そっちの方が面白いかなと思って。負けらんないですね。負けたら本当に自分がやってきたものとか、今キックボクサー代表として戦うんで、そういうのが全部崩れ落ちてしまうと思うんで。全部があって総合なんで、ジャンルごと破壊しなきゃダメかなと。多分誰よりも強いんじゃないですか、今までやった相手の中で。自分はジャンルというか堀口恭司っていう今まで築き上げてきたものを壊してやりたいなと思ってます。天心君と今自分が MMA 喧嘩とかしたら絶対自分が勝つじゃないですか。当たり前に相手の土俵でそれを見したらもう何も言えないじゃないですか。MMA だから負けたんだよね、天心君大丈夫だよ。そうじゃないです。言い訳を作らせない状況を作って、で自分が勝てばお互いリスクもあるじゃないですか。だけどやりたい、だけど試合がしたい、だけど勝負したい戦いなんで、すごい腰低くていい子だなとは思いますけど、やっぱどっかで天狗じゃないけどあるんじゃないかなとは自分は思いますね。だから自分がちょっとへし折ろうかなと思ってます。自分はずっとリスペクトして話してますけど、試合になったら本当に絶対勝ちますよ。絶対勝ちますよ。もう絶対勝ちますよ。だから甘く見んなよと。格闘技は年齢じゃねえって言いたいですよね。絶対に勝てると信じてるでしょ。
やっぱり根本は自分を信じてますから、わざわざ嫌いなアメリカまで行って何のために練習してるかってやっぱり勝つためですから、それでそれでいて日本も盛り上げたいし、人生今んとこ格闘技しかないですからね、自分の人生を。どんなルールとか関係なくやっぱこのチーム力っていうのはすごいものだと思います。そのまんま今の MMA やるようなルーティンの練習でそのまんま天心戦に行くっていう方が勝てる要素は増える気がしますけどね。キックやろうと思っちゃうと厳しいと思いますけどね。これでキックのジム行ってキックの練習ってやると距離がちょっと近くなっちゃったり、相手に合わせないで自分の今までの MMA 打撃をぶつけるっていうイメージの方が見えてくると思います。キックボクシングをそれは習ってますけど、自分のスタイルは自分のスタイルで絶対持ってるんで、そこをなくしちゃうと自分じゃなくなっちゃうんで、自分のいいとこを伸ばすって感じです。二平さんスタイルの打撃はやっぱりどこ行っても通用するかなと自分は思ってますね。俺も興味持ってるから、あいつには。あいつでね、那須川君には危険性は感じるよね。10あれば2ぐらいは危険性を感じる。だからキックでやっても8は勝てるんだよ。すげえやりづらいと思うんですよ。天心側からしたら京次君の独特の距離感がやっぱ抜群じゃないですか。遠いんですよ。MMA ファイターはキックの選手より遠いですけど、やっぱそれよりさらに遠いですね。自分は自分の攻撃する時だけ中に入って、遠くにいれば相手の攻撃は当たらない。キックでは全然もらわないじゃないですか。でもところがその相手が MMA ファイターになった瞬間にやっぱり飛び込んできたりとかする打撃に対して反応できてなくてもらったりすることもあるんで、そういう飛び込みとかの専門なんで、自分は入れるスピードだったり、その騙しだったり、そのいかないよを見せておいていったり、ちょっとしたテクニックはありますけど。キックの選手そういうことやらない？やらないですね。はっきり言って距離がもう近いんで、相手がこのガクッてこう固まっちゃうほどのフェイントはやっぱ使えてないですよね。やっぱ自分みたいに飛び込んでくる選手がバッてこうフェイントすると相手ってちょっと固まるんですよ、ガクッて。そういうフェイントも多分体験したことないと思うんで、キックを挟まない、そして今の同じルーティンでいくっていう、
堀口恭司君のこのタイミングには期待ができるんですよ。堀口君ものすごい倒し方いっぱいしてるんですけど最近、オープンフィンガーだからだなっていう KO に見えるんで、オープンフィンガーのスピードと8オンスつけるとやっぱり遅くなるんですよ、8オンスグローブになった時にどうなのかな、だから全然違うと思うんですよね。8オンスのグローブ使ってるんですけど、全然そのオープンフィンガーと何ら変わんないな、まあ見てれば分かります。見ます今。いいですけど全然。だって自分全然スパーって言っても遊んでるだけっすよね。自分この時に天心君知らないですから。いや自分がわざと近くしてるんですよ。出させようと思ってるのになかなか来ないんですよ。いきなり飛び込んでくるからね、それ気をつけて。あとフェイントもちょっとうまく使って。ナイスロー。30秒。全然やっぱ自分の攻撃に反応してないなと思いましたね。本当に距離が長いなっていうのが一番思ったことと、あとは本当に一瞬で消えるというか、こういう感じです。はい、わかります。視界は見えてるんですけど、なんかもうチンみたいな感じで打ってきてましたね。おいナイス、いいね。そういう風速使っていこう。ナイス、おいいいね。相手が避ける癖で避ける場所に打ったらいいよみたいな。どう避けるかを見て。そうですで教わったんですよね。いいね、そうあ、1分。感想まあ思ったままっすよね。やっぱ反応できてないな。自分の見てそう思わないです。わざわざ嫌いなアメリカまで行って何のために練習してるかってやっぱり勝つためですから、まあ、どんなルールとか関係なくやっぱ組織、このチーム力っていうのはすごいものだと思います。やっぱり MMA 代表じゃないけどとしてキックに挑みたいなと思ってますね。やっぱり MMA 選手は強いんだよっていうのを見せたいなっていうのがありますね。Kyoji is a special talent. You know, we have many fighters at American Top Team. We have people from all over the world that come here to train. I think he's already the best pound for pound fighter we have. I would say we have fighters here who are world class, elite level. We prepare for everything. We do it as a team. You know, it's teamwork. He's that gifted of an athlete. You know, so we make small changes, study the rules, and find out which attacks Kyoji likes to use that will fit within these rules. If there's anyone that can overcome these advantages, it's Kyoji. His best attribute is his work ethic. He's the hardest worker that I've met. He's the hardest worker in this gym, and that's saying a lot. This is a big gym, perhaps the best gym in the world. I think he outworks everybody.ここにいたらストレス溜まるんですよ。もう上と下の行き来だけなんで練習だけじゃないですか。もう自分はそれに捧げてるんで自分はここで大丈夫だからっていうんで、ご飯は大体もうブラジリアン料理ほぼ毎日です。昼飯行った時にテイクアウトも買っといてで夜食べるっていう。これぐらいしか来ないですか？日曜って何されるんですか？結構そのインスタとかでもメッセージとか来るんですけど、遊びませんかみたいな。
女性なんですけどまあでもそういうところには行かないで、疲れちゃってて、もうそれどころじゃないです。もう人生今んとこ格闘技しかないですからね、自分の人生は。まず UFC を離れた理由から言いますと、当然ながらオファーもらってました。ただ条件が今一つだったと。その評価と言いますのは同等の、例えばランキング2位3位4位のファイトマネーを見るわけですね。じゃあそこと比べてどうなのってなった時に低いんじゃないかっていうところで、言われたのが知名度が低い、もう一つは英語ができないっていう、この2つ言われまして、だったらもっと知名度上げようと同時に日本の格闘技を盛り上げるのもいいんじゃないかと。那須川選手は今現在キックボクシングのスーパースターっていうことで見られてるんですけど、 UFC、ベラトール、1FC、そういった団体が非常に興味を持っている選手でして、 MMA でも無敗、キックボクシングで無敗、そういったスーパースターに勝つということはやはり相当の評価をもらえるだろうと。で特にUFC に限って言えば堀口教授っていうのは日本で知名度が低い。でこれを逆に那須川選手を興味を持っている UFC がどう見るかってなると、見る目がまた変わるんじゃないかと。そのチャンスをいただけたっていうことですよね。やはり自分のキャリアを積み上げていくためにも非常に大事な試合だと思っています。中学の時にやっぱりどっちが勝つんだろうなと思って見てましたね。でやっぱワクワクする気持ちで見てましたね。それを今自分がやりたいなと思って、あの試合みたいに日本を盛り上げようとしてこういう試合をやりますって言いたいですね。お、いいじゃんっていつもの感じで多分言うだけだと思いますけど、余裕でしょみたいなやっぱりこのタイミングで日本に帰ってこれてよかったかな。でやっぱ勝って2人の師匠に伝えたいなと思っています。はい。父親からもそうですし、トレーナーからも大したことないよみたいな言うほど違うぞみたいな、なるほどみたいな、なるほどみたいな。多分世間では堀口君が勝つんだったら1ラウンドで天心を倒すだろうっていう感覚だとは思うんですよ。一発の選手なんでね。距離測られないうちにもうドーンいっても当たれば倒れる。僕は当たらないと思いますよ。逆にこっちが当ててその一発で切ってやることは可能ですよ。はい。これから作っていくけど、もう大体もう動いてる。あと精度増すだけです。技の名前考えておいていいですか？考えてもらっていいですか？天心スペシャル。
ダサいわ堀口選手だからこそ入る技だなっていうのは思いますね。具体的に言ってもらっていいですか？すぐできるから、だからそれが試合で1分で終わるかもしれないですし、それは本当に分かんないですよ。いや、判定にも生かせないです。はい、判定までいったら彼が強いってことですよ。堀口が、はい、私が MMA を始めてからずっと一緒にいるから、とにかく彼はともかくとして私が一緒にいないとダメというか、一緒にいた方が自分が頑張れるっていうのは分かってたんで、そういつもインスタとかでこの技やった方がいいよっていうのを送ってくれたり、自分の体がきついのに、いつもそうに気にしてくれてるから、だから本当に、自分のためなのは分かってるし、自分のためにやらないといけないのは分かるけど、やっぱり一番は勝っていい試合して喜ばせてあげたい。パッパッパッ、おいパッパッパッ、ポンポンパッパッ、ジャブジャブ、パッパッ、タイム、one more and time。もう1秒でも離れたくないと思って、キャンセルしようと思ったんですよ。でノリにもやっぱり伸ばして9月にするって言って、本人は最初っていう感じでその場で終わったんですけど、病院からメールが来て、やっぱり出ないとダメって、ここでミーは勝って勝ち癖つけないとダメだよって言ってくれて、絶対勝てるからって、それ聞いたらもうやっぱり自分を信じてくれてるから、これ絶対何があっても出ようって感じなんですけども、やり返した。青山本、予定勝者青山本美優。多分まだ諦めてないよね。全然、自分がもう必ず復帰してリングに上がること、ミュウと一緒にライジン出たいって言ってた。だから私も本当それまで頑張らないといけないし本当に2人で同じリングに上がれたら本当にそのためだったらもう何でも私何でもやる山本キッドのリフビ絶対有言実行だから、うちの弟は。だから絶対その日が来るのは分かってるから、私が足を引っ張んないように毎日チェックなって少しでも近づけるように。キニと同じぐらい強くてみんなに見せるような試合したい。
このみんなのそれ聞きたかった。ありがとうございました。またよかった。ぐっすり寝れるわ。